ます。こんにちは、モンポテットです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ショータイムノイヤーに今回100本打ってみたやっていきたいなと思います。ということで、ちょっと明け方なんで声あんまり張れないんですけども、やっていきたいなと思います。ということで、今回はね、このビジョナリー付きのノイヤー来ましたねということで、皆さん撮りましたが、このノイヤーをですね、ちょっと今回100本打ってみようというところで、今度どうなっていくのかを見ていきたいなと思います。僕撮って今使ってみてるんですけど、結構使用感いいんですよね。めちゃめちゃ良くて、撮れる間にね、ちょっと検証やっていきたかったんで、やっていきたいなと思いますけども、今回もね、結構面白い感じになったんで、ぜひ見ていってください。まず検証方法ですが、検証方法は今までと同じような形になっていきます。ペナルティ手前のね、この辺りですね、このエリアのところ、この辺りですかね。この辺りから、根貨を打っていくような形になっていきます。こんな感じですね。はい。で、これでどうなっていくのかってところを見ていきたいなと思います。で、パワーゲージは半分から8割いかないぐらいですかね。を目指して、僕がちょっといちいち打ってるんで、若干のブレは出ちゃうかなと思うんですけど、そんな感じでやってきましたよというところです。これで100本打ってみてどうなっていくのか、これを見ていきたいなと思います。で、使っていく選手はね、もちろんノイヤーになって、ショータイムのノイヤーになっていきます。能力はこんな感じ。こんな感じで、バランスよく育てた場合のところですかね。こんな感じになっていきますかね。今までのシュマイケルとか、チェフとかで考えるとね、ここに97とか、97、6がね、あったので、1、2ぐらい若干下がってる部分があるかなというところになっていくんですけど、この差がどうなっていくのかっていうところですかね。あとは、今までの検証はね、いわゆる今のパス環境とかになる前の検証になっちゃうんで、若干そこのブレがどうなっていくんだろうかとか、どういう修正がされたんだろうか、そのところもね、ちゃんと見ていきたいなと思います。ちなみにですけども、今までの記録はこんな感じになっていますよというところで、大体そうですね、今回で言うと、ゴールのパーセントというかですかね、ここが50% 前後とか、になったらかなりいい感じなんじゃないかなっていうのは言えるかなと思います。今まで言うとドンナルンマとかね、ゴールキーパーとかで言うとね、結構入っちゃってたんで、そこがどういう影響してくるのかなというところもありますかね。さあ、というところで見ていきましょう。はい、ということでここから見ていきましょう。皆さんには、最初の何十本かをちょっと見てもらって、印象をつかんでもらってですね、その後結果を見ていきたいなと思います。いや、でも実際ノイヤーね、使っててめっちゃ止めるんだけど、どうなんでしょうね。単純なポジショニング的な話なのか何なのかわかんないんですけどね。結構こう見るとね、割とキャッチもしてるんですよね。もちろんね、メッシ、調子は普通で固定はしてるんですけど、メッシの調子はね、絶好調にしてるんで、ここがね、どうなっていくのかって感じもあるんですけどね、普通に単純にいいコースすぎるだろうっていうシュートもいっぱいあるんでね。はい。はい、というところで見ていただきました。いかがですかね。印象としては、やってた印象としては結構弾いてくれるなっていう印象はありました。あと、キャッチもね、意外にしてくれるなっていう。今まで言うとね、クルトワとかがめちゃめちゃキャッチしたんだけど、そこまではキャッチではないけどっていう感じはしましたね。でも結構な確率で弾くはしてたかなと思います。はい、ということで結果見ていきましょうか。今までのがこちらになっていきます。はい、というところでいきましょう。今回の結果、こうなりました。ドン。はい、というところで、見てめっちゃ止めたよ。めっちゃ止めた。今までで言うと、チェフと同じぐらいですかね。に止めましたね。セーブとキャッチングも同じぐらいですかね。だからチェフとそんな変わんない数値になりましたね。はい。ちょっとクルトワのこれはちょっと異常だったんですけど、でもですね、やっぱり結構止めたなっていう感じはありますかね。でも割と納得するような内容だったなと個人的には思ってるんですけど、皆さんいかがですかね。ただ今までで言うとね、傾向で言うと攻撃的ゴールキーパー、ノイヤーも含めなんですけど、そんな今回に強くなかったんですけど、これはなんか変わったのかもしれません。何度も言ってるんですけど、ここはね、あくまで今まではアップデ前のデータになりますから、今やったらね、また全然違う可能性は全然ありますけどね。あとはましてや100本なんで、このじゃがいものね、親指操作の話なんで、親指がね、ブレてしまったらもちろん、そこのブレっていうのはもちろんあり得る可能性はあるんですけどね。で、セーブ率とかに関してで言うとね、やっぱ今までの中でもかなり一番高い方ですもんね。で、キャッチに関しても、チェフと同じぐらいか。
クルトワまでいかないけど、クルトワかシュマイケルとかまでいかないけどって感じになっていってましたね。はい。というところで、これは結果だけ見ててもね、つまんないので、最後比べて終わりたいなと思いますけども、はい。ですね、同じリプレイのところで持ってきたんですけども、これがノイア、オレンジがクルトワ、この灰色がチェフになっていくんですけど、立ち位置が若干ね、違いが出てるんですけど、見ていくと、あとね、モーションも若干違うのかなって感じはするんですけど、見てください。ノイアね、めちゃめちゃ横飛んでんだよな。若干これ、モーション違うかなと思いつつ、ちょっと一つ一つ比べていくと、チェフと比べていくんですけど、まず立ち位置がね、若干ノイアこっちにやっぱ寄ってはいるんですよね。ただ、ボールの蹴る位置はね、正直そんな変わってなくて、この辺なんで、そんな変わってないんですよね。なので、もしかしたらこのボールの位置に対しての立ち位置が若干ね、ファー寄りになったのか、今回アップデートでね、なったのかもしれないし、ちょっとまだわかんないんですけど、その結果というかね、っていうと、こんな感じでね、ボールの位置とかスピードとかによってもね、このモーションが若干違うので、もしかしたらたまたまね、横にすごく飛ぶモーションになったのかもしれないですけどね、割と見てわかるぐらい差が出るという感じになりました。クルトワともね、比べてみても、やっぱ立ち位置こんな違いは出てるんですけど、はい。クルトワは割とね、モーションは似てるかなとは思うんですけど、それでもやっぱり、そうですね。やっぱ腕1個分ぐらい、やっぱこれ、クルトワの方が全然身長高いですからね。でも蹴る、このジャンピングするポジショニングはやっぱりノイアーの方が前にあるのかな。その分なのか何なのか分かんないけど、こんなぐらいの差が出てるという感じですね。で、これ立ち位置をちょっと無理やりなんですけど、ノイアーをね、左側にずらしてクルトワと合わせてみました。こんな感じで立ち位置合わせてみました。そうすると、はい。立ち位置合わせてみても、やっぱりね、それでもやっぱノイアーの方が横に飛んでる感あるんだよなーって感じ。若干ではありますけどね。で身長差がそもそも6センチとかありますからね。で、だけどノイアーの方が遠くに飛んでる感っていうのが出てるという感じですかね。これはたまたまかもしれませんしね、立ち位置の問題でね、そう見えるだけかもしれません。はい、というところですかね。ドンナルンマとも比べてみました。で、ドンナルンマ、これはですね、立ち位置ずらしてないんですけど、最初からね、割とやっぱポジショニングが似てますよね。どっちも攻撃的ゴールキーパーなんで、ポジショニングがやっぱ似てるかなっていう感じなんですけど、見ていくと、割とモーションやっぱ同じですよね。なんですけど、はい。見てください。ボール1個分いかないですね。腕1個分ぐらい、手1個分ぐらいかな。この差が出ているっていう感じなんですよね。この差あったら確かにあの数値の差は出るかもしんないよなっていうね、感じしますね。ここに関してはモーションほぼほぼ同じモーションだと思うんで、それでこんだけ差が出るってことは、確かにそれぐらいのデータの差は出てもおかしくないのかもしれない。ここはちょっと納得がいきそうな感じはしますかね。で、しかも今回これってこっちがノイアーの蹴るボールなんですよね。ノイアーが受けるボールなんですよ。で、こっちドンナルンマが受けるボールなんですけど、わかりますかこれ、立ち位置がこっち側なんですよね。よりボールがね、こっち側にあるのに、立ち位置はね、この時と変わってないっていう話なんですよね。前回のこれアップで前のね、ドンナルンマですけど、なのでもしかしたらこのポジショニングが若干修正された可能性は全然あり得るのかなとは思いますかね。はい、というところでしょうか。いやー、ちょっと面白いっすね。こう見るとね、結構面白いなと思いますね。はい、というところでごめんなさい。細かくやってきちゃったんですけども、今回は一応結論です。ノイアーはパスだけじゃなくてめっちゃ止めるとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。いや、もちろんね、ビジョナリーパスとかがね、すごく有効なのも分かってはいるんですけども、このセービングに関してもね、全然いいなと思いましたね。で、個人的にも使っててめちゃめちゃ止めるなって思ってたんで、そういった意味ではちょっと納得のいく結果にはなりましたかね。はい。で、あとはもちろん何度も言っている通りですね、比べた結果に関して今までのね、アップデ前の
根下のシュートになっていきますから、そこのね違いっていうのはもちろんありえるよ。アップデートの可能性は全然ありえるし、またね今もう一回ね、例えばチェフとかクルトワとかやったら全然違う可能性っていうのはね大いにありえますから、そこはね参考程度にしていただければなと思いますし、これ自身ね僕が100本親指でiPhone を操作して打ってるわけなんで、そこのブレっていうのももちろんありえますので、なのでこれを真に受けすぎずに参考程度に見ていただければなと思います。これをねほんと正確にやろうとするとほんと1000本2000本とか1万本とか蹴らないと多分成果は出てこないと思うんで、そんなことやってらんないので、僕あくまでこの検証っていうのは傾向とか見るためにやってるためなんで、完璧に優劣をつけたいっていうことではないので、傾向とあとは自分の感覚とっていうのをすり合わせのイメージでやっていってるって感じになりますから、そんなところがね皆さんの参考になればなと思っています。であとですね、最後これ毎回出るんですけど、出た1週間はバフかかってるから、来週もやってほしいとか言われるんですけど、やりません。絶対やりません。というのも今までの例えばチェフとかの話で言うと、このチェフはこの中でも今までの中でもかなりいい記録、ほぼ1位2位を争う記録出してますけど、このチェフも出てきてから何週間も経った上でやってる検証になりますから、そういう意味ではね、1週間のバフっていうのは正直僕の中ではあんまりないかなっていうか、意味ないかなこの検証やってもって思ってるんで、このチャンネルではねやらないかなとは思いますかね。というところになりますので、そこだけはねよろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。いろいろちょっとね細かくも見てきたんですけども、かなりいい感じになってるかもしれませんね。もしくはこのアップデートでねいろいろ変わったので、もしかしたらノイヤーだけじゃなくて他のキーパーもねもしかしたらいい感じになってるのかもしれませんけどね、その辺はちょっと皆さんの感覚とかも含めて教えていただけたらなと思います。あと個人的には今ノイヤー使ってるんですけど、かなりいい感じなんだけども、ロングカウンターとノイヤーって実は相性いいんじゃないかなって最近思い始めました。というのもロングカウンターとかねディフェンスラインが低いので、そもそも裏のスペースがそんなにないチームスタイルになるんで、そう考えると逆にノイヤーの懸念されてるような飛び出しすぎてみたいなところはあんまりないかな感じはしてるので、そういった意味ではね意外にいいのかななんて思ったりはします。逆にねやっぱりノイヤー合わないっていう人もいっぱいいると思うんで、それはそれでいいと思うんで、皆さんのね意見とか聞かせていただけたらなと思います。はい、というところでしょうか。またちょっとね必要であればいろいろやっていきたいなと思いますので、ぜひこれまた欲しいとかあったらコメントで教えていただけたらなと思います。ということで今日はねこのまま終わりたいなと思います。この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。